はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はこちらのセラキーのレビューをしていこうと思います。はい、前回の動画でセラキーのセールの話をしたと思うんですけれども、私これですね、我慢できず買っちゃったというところでこんな感じで届いているようなところです。はい、今回ですね、私はこんな形でフルセットを買ったというよりはセットを分けて購入しているような形です。理由としてはこんな形で見ていただいて分かるように、はい、オルソリニアのキーボードに当てはめるためにこんな形でセットを分けて購入しているような、やり方をしたんですけれども、はい、で今回このセラキーが届いてから1週間ぐらい使っているような形なので、ここをレビューしていきたいなと思ってます。で、目次としては今回のまずセラキーの、簡単な概要を最初に説明した上で、その後音をぜひ聞いていただきたいなと思ってます。で、その後にプロ&コンズ、良い点、悪い点をご説明した上で、購入する際の、ポイント、購入する方に対するメッセージみたいなところをお話ししてですね、最後まとめに入っていければなと思います。はい、まずはですね、セラキーの説明になってくるんですが、セラキーはですね、セラミックでできたキーキャップという形になってます。で、プロファイルに関しては、見ていただいて分かるように、はい、こんな感じで、チェリーのプロファイルになっているという形です。で、せっかくなので、他のチェリーのプロファイルのキーキャップと比較をしていければと思います。で、通常キーキャップっていうと PBT だったり ABS といったプラスチック製でできているものが多いんですけれども、このセラキーに関してはセラミックでできているという特徴になってます。で、まず重さを見ていただければと思います。はい、まず重さなんですけども、セラミックのセラキー L のところが今 3g という風に出ました。一方で、通常のこれ PBT でできているやつですね、1g ということで約 2g ぐらい違うという形になりますので、ここの重さというところがまず一つの違うという点になります。続いて厚さなんですけれども、セラキーに関しては、はい、こんな感じで 1.6 ぐらいが厚さかなというところです。一方でこちらの普通の PBT の方に関しては、はい、1.3 という感じなので、この辺がですね、違いが出る。もちろんキーキャップによってこの厚さだったりっていうところは変わってくるので、一概にも 1.3 っていうわけではないですけども、セラキーに関してはさっき言ったような重さと厚さという形なのと、素材がセラミックでできているという点が違う点になってくるという感じです。で、今回先ほどセットを別に分けて買ったというところをお伝えしたと思うんですけど、なぜこういう買い方をしたかというと、実はセラキーまだですね、オルソリニアの 2U のスペースバーというスペースキーが発売されてないような形になるので、私のようにオルソリニアで 2U のスペースキーが欲しいという場合には困ってしまうという形です。なので私何をしたかというと、この C セットについているこの C セット自体はナンバーパッドのセットになるんですけども、その0のところの部分を無刻印で購入することで 2U のスペースバーとして利用したという形になるので、こういうちょっと変な買い方をしているというところです。で、見ていただいて分かるように、セットを分けることによって色をですね、はい、こんな感じで組み合わすことができますので、もちろん全色緑ということもできたんですけれども、私はちょっとこの矢印のところをここ矢印キーを置いてるんですが、ここはちょっと色変えようと思ってピンク、青色と迷ったんですけど、ピンクにしてこんな感じの色合いにしているというところです。それでは早速ですね、音を聞いてもらえればと思います。はい、いかがだったでしょうか。はい、せっかくなので、この先ほどのですね、見ていただいた PBT でできたキーキャップの方の音もぜひちょっと聞いてみてください。はい、こんな形で聞いていただいて分かったかと思うんですけれども、やはりセラキーの方がですね、重さと厚さ、そしてセラミックという素材の違いからかなりチョックな音が聞こえてくるんじゃないかなと思います。非常に私これ気に入ってまして、買ってよかったなというところです。皆さんもチョックな音を目指したい、コトコトっとした音を目指したいという方にとっては、このセラミックのキーキャップのセラキーおすすめなんじゃないかなというふうに思ってますし、私自身すごく気に入っているという感じです。はい。そしたらですね、こちらの、セラキーの良い点悪い点という形で、プロ&コンズですね。いつも通り見ていければと思います。はい。そしたらですね、まずいい点なんですけれども、まず一つ目は、音がコトコトというね、低音になる。
チョックな音になりやすいというところが一つかなと思います。はい、先ほど聞いていただいたようにかなりチョックな音になりやすいかなと思います。ただもちろんこのセラキーのキーキャップを取り付けたからといって必ずしもチョックになるということではなく、キーボード全体のモーズ改造によってチョックになるというところは間違いなくお伝えできればと思いますが、ただこの重い厚いそしてセラミックという素材のキーキャップを使うことによってこのチョックの音がより出やすくなるというのは事実ですので、この点いい点かなと思ってます。続いて2つ目なんですけれども、発色がすごい綺麗だなと私は思ってます。はい、こんな感じで見ていただければと思うんですけれども、やはりどの色を選ぶかにもちろん違うとは思いますけれども、セラミックという陶器ですねに使われるような素材なんですが、そこに使われているような形なのですごく発色が良くて綺麗だなという感じです。私自身白とかもちろん黒とかベーシックな色もあったんですが、緑にしたのはやっぱ緑というキーキャップがなかなかないというところと、このキーキャップの緑の美しさに惹かれてですね、このキーキャップ買ってるんですけれども、この発色の良さっていうのは本当に他にはない、魅力だなと思ってますので、この辺は良い点だったなと思ってます。続いていい点の3つ目なんですけれども、組み合わせが自由というところはいいなと思ってまして、こちらのキーキャップ見ていただいて分かるようにこんな形でピンクと緑を混ぜ合わせているような形になりますし、先ほど見ていただいたようにセットをこんな感じで分けて購入することができますので、このセットを分けて購入することによって自分の好きな組み合わせの色を試すことができますので、私はこの2色展開で今やってますけども、人によってはこれを3色とか4色とか使っていろいろ組み合わせで楽しんでいる方もいらっしゃるので、この辺の組み合わせが自由だというところには他のキーキャップにはない良さなんじゃないかなと思ってます。そして最後4つ目ということで、サポート体制が充実しているなというところです。で、この後ちょっとプランコンズの悪い点の中で伝えちゃうんですけれども、ちょっとやっぱりまだ作りが甘いというところが実際にはあります。ここのですね見ていただくと分かるんですが、はい、こんな感じでここの部分見ていただくとこっちちょっと傾いてるのが見えるかなと思います。で、これは裏見ていただくとステムがですね曲がってるからこういうようなブレができちゃうんですけれども、これどうしたかというと、サポートセンター、つまりディスコード上にサポートチケットがあって、そのチケットを切ることでこんな感じではい、問い合わせることができます。で、非常に丁寧に対応いただいて、今回、この先ほど見たこれだけじゃなくって他にもこれとか愛とかこの辺を交換していただけるということになったので、すごくサポート体制がですね充実しているなという感じです。なのでこの辺もちろん英語でちょっとやらなければいけないんですけれども、チャット GPT なりに聞いてですねうまく翻訳してもらえれば全然サポートしてもらえるかなと思いますので、やはりこういうディスコード上でのディスコードコミュニティってあるけれども、ただ全然サポートが充実してないっていうサイトも私いっぱい知ってるので、そう考えるとこのセラキーのディスコードコミュニティとサポート体制っていうのは非常に充実していて、購入者にとっては安心だなという感じです。続いて悪い点というところで、こちらですね3つお伝えできればと思います。で、まず1つ目は先ほどお伝えしちゃったんですけども、作りが甘いというのは間違いなくあるかなと思ってまして、先ほど申し上げたようなこのステムの曲がりだったりとか、あとは、場合によってはこのチェリーのですねこの型の部分が甘いというような話はYouTube で上がってきます。一応この傾きの部分に関してのクオリティの低さは僕は感じてないんですけれども、先ほどのそのステムが曲がってしまっていて、ここが直線に揃わないという点に関してはどうしても分離型ステムとこのキーキャップの本体の分離型を取っている以上、そういうことはどうしても発生しちゃう部分ではあるんですけれども、ただやっぱまだ今バージョン2ということでこんな感じで V2 と書かれていると思うんですけども、まだバージョン2というところからまだちょっとこの辺が甘いなというところが正直あるので、その辺の部分は先ほど言ったようにサポート体制がありますので再交換してもらえればいいんですけれども、いきなり完璧なものを求める方というにはちょっともしかしたらこの点悪く映るのかなと思います。続いて2点目ということで、指紋が残るというところは間違いなくあるかなと思ってます。今私わざと薄い色を使うことによってこの指紋が残りにくくしてるんですよね。なんですけれども、こんな感じでちょっと見えるかなと思うんですが、見えるか見えないかちょっと微妙なところだと思いますが、こんな感じでちょっと指紋がですねここですね残ってるのが見えるかなと思います。なので指紋がやっぱつきやすいので、特に黒とか紺とか、そういう黒い濃い系の色をつくとよりそこの、指紋が見えやすくなっちゃいますので、その部分気にされる方というのは、気をつけた方がいいし、もし購入される場合は私のように薄い色を買われることを、お勧めしますという感じです。3つ目なんですけれども、冷たいというところがあります。これすごいマイナーな話なんですが、ちょっとセラミックですね、気温が下がっている部屋に置いとくと冷たくなっちゃうというところがありますので、プラスチックよりもなので、触った時に冷たいってなっちゃうんですが、これは正直好みの問題ですし、別に私は気にしないんですが、一応人によっては、冷たいキーキャップ嫌だって人もいるかなと思うので上げさせていただいたという感じです。はい、それではですね、購入を検討される方へということで、私の方でお伝えしたい点4点をお伝えできればと思ってます。まず1点目はこの色合いですね。さっき私持ち上げたようにピンクと緑を混ぜてるんですけども、これを一色にするのか、
例えばこれを青にするのか、4色混ぜるのか、3色混ぜるのかとか、この辺に関して、どうすれば検討できるんだという点に関しては、インスタグラムだったりとか、ディスコードで、他のユーザーさんが写真をアップロードしているので、それを参考にするといいんじゃないかなと思いますので、この辺のイマジネーションを沸かしたい方、ぜひ、ディスコードですね、こちらの方に行っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、続いて2点目ということで、この色合いのぜひ在庫チェックをしていただいてから購入いただければいいんじゃないかなと思います。で、今回私、ここ実は、今緑で揃えてますけど、最初ピンクが欲しかったんですね。ただ、ピンクはもう在庫切れでずっと在庫切れが続いたので購入できなかったというところがありました。結果的に緑で私全然満足してるんですけれども、在庫切れが結構発生しやすい、ものになりますので、そこに関してはホームページの方で見ていただいて、在庫があるかどうかっていうのはチェックいただければと思います。で、続いて3点目ということで、先ほどもお伝えしたんですが、指紋を気にされる方はぜひ薄い色を購入するようにしてくださいというところです。はい、最後の4点目ということで、サポート体制ありますよという点はもう一度お伝えさせてもらえればと思います。どうしても海外サイトで英語だったりすると、うげってなっちゃうと思うんですよね。で、かつ日本のようなサポート体制ってないよねって思っちゃうんですが、もうセラキーに関しては少なくとも今の現状は、非常に温かく対応していただいて、交換していただけるということもありましたので、何かあればこちらのサポート体制が整ってますから、安心して購入できるんじゃないかなと思います。はい、それではまとめということで、今回セラキーこんな感じでご紹介してきましたけども、私自身本当にこれ個人的には大好きです。これ V3 が出たりとか、あとは今チェリーのプロファイルしかないですけど、違うプロファイルが出た時にはもしかしたら購入しちゃうんじゃないっていうぐらい結構好きなキーキャップになってるという感じですので、皆さんもぜひ検討いただいて購入いただくといいんじゃないかなと思ってます。で、私的には他のフリマサイトとかで結構高い値段出てるんですけども、普通に公式ホームページから買った方が安いですし、ましてやユーズドで出てるのって V1 だったりするので、今回の V2 をぜひ買っていただいて、した方がV1 のところは後ろのステムがですね外れやすくなってる、そっちがセラミックでできてて簡単に外れちゃうという不具合が生じてたのに V2 でそこをプラスチックに変えてるっていうような事情があって V2 が出てるんですけども、その辺も含めて基本的に公式サイトで買った方が安いことの方が多かったので、ぜひ公式サイトから購入することをお勧めしますという感じです。はい、最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではキーキャップの紹介、キーボードの紹介、引き続きしていきたいなと思いますし、比較動画みたいなところも上げていきたいなと思ってますので、ぜひ楽しみにいただければと思います。本日は動画ご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。